れでマグダルネ、あんた壁画を完成させる何が知りたいんだい？暴動のことをもっと聞きたいって思ってたの。私覚えているのは、大修道院が燃える炎だけで。暴動のどの部分だい？大修道院長が私らを家から追い出して見えさせようとしたことかい？モットーの殺人かい？そんな場面はいい家になるとは思えないよ。シアサヨの大修道院長は自分の権利で動いているんだと思っていたんだけど。シアサヨの大修道院長は、タッシングとあまりうまくいっていなかったみたいね。大修道院長と話し合いをするはずだったと思うんだけど。これはまだよくわからないけど。話し合いの声？そのはずだったよ。モットーが殺されるまではね。その後、修道士たちは大修道院の図書館に閉じこもったんだ。その間も、ろくでなの大修道院長は、私らから何ペニヒを取れるのかしか気にしてなかったのさ。ブリギータ、橋をひねることを忘れないように。クリスマスのハリウネズミみたいにしちゃいけないよ。今やるとこだって母さん。私はマルティンとクラフトをしっかり世話してこれたでしょ。俺だってちゃんとできるわ。そうだね。まあ、あんたのお父さんが死んじゃってから、あんたとあんたの旦那以外に小言を言える相手がいなくなったからね。正直なところ、あんたたち二人がいることを神に感謝してるんだ。老婆なんだ。悪いことをさせておくれよ。ゲルトナーキはちょっと寂しくなったよ。夜部はこの時期いつも言葉数が少なくなってね。どうして？でもクリスマスじゃない。こっち。私が思うに、ペテルが死んでからあの家が大変だったからじゃないかね。タッシングは何年もかけて何人もの人を失ったんだ。ごちそうの日やお祝い事は耐え難いものになるんだよ。暴動のことだよね。暴動に殺人。愚か者のアンドレアスは、あらゆるものに屈絶ししたがったんだ。私に言わせれば、あまりいいことはしなかったよ。芸術家のアンドレアスなら父さんの友達だと思ってたけど。マスター・マーラーのこと？父さんはあの人のせいじゃないって言ってたよ。父さんは、マスター・マーラーはいくつから間違いをしたけれど、町のみんなのために正義を求めていただけだって言ってたわ。さあ、これなんか選択肢になって結果が変わるのかな？一番下にしてみようか。私もその点についてはあんたの父さんは正しいと思うよ。だけど、男爵が殺された後、あの人はタッシングに十分干渉していたせいで、自分で思ってるより影響力があったのさ。一回目のことは理解できるよ。あの人は年老いた修道者を救いたかった。ピエロさんだね。あえて言うなら、アンドレアスは修道士を父親像として見ていたんだろうさ。だけど、アールな老婆のオッティギアはその罪のために殺されたんだ。確かにやったのかもしれないけど、どうしてそうなるかはなかったのに。まあ、街の中であの人を好きな人いなかったし、あの人が愚かな男爵の殺人犯として訴えられたけど、驚かなかったわ。暴動が起きたのはその後だけど、アンドレアス・マーラーが偶然にも、ホットーが殺される数日前にやってきてたのさ。暴動で何からうまくいったの？父さんはいつも、町の人々は農民の味方をするべきだったのにしなかったって言ってるわ。あの夜のことは虐殺だったっていつも聞かされてたわ。どうして誰も農民を止めなかったの？父さんの話を引き合いに出してみよう。まあ、クラウスが間違っていたとしても、その考えを恨んだりはしないよ。そもそもあんなことが起きる羽目になったこと自体が残念だよ。私は初めから一気なんてダメだと思ってたんだ。ボイスラフじいさんは風の前に、古い教会で何が起こったかを知っているたった一人じゃないかな。実際には、あの人はアンドリアスと大修道院長の両方に対して同じくらい怒りをくすぶらせていたらしいよ。物事は常にこんな風に悪くて、暴力が唯一の方法だって言いたがる人もいるけど、そうじゃないと思う。生活は何年もかけて悪くなったんだ。私は子供の頃も、祖父母の頃も、こんな風じゃなかったよ。確かに大修道院長は町民を締め付けていたし、農民も苦しんでいたけど、教会で逆らうだって？だけどアグネスの言う通り、何もかもずっとこんなに悪くはなかったんだ。私らは物事を正すために戦ったんだよ。で
も最後には状況は良くなったんだよね。それだけ多くの人が死んでても。でも、暴動は完全に失敗だったってわけじゃないでしょ。大修道院長も修道士もいなくなったんだし。物事はあんまり良くなってなさそうだね。なんか、良くなってなさそうな気がするな。その通りよ。太閤様は、私らに新しい領主を立てて、二度目の暴動は許さないと伝えてきたの。兵士たちはペテロに警告もしてたんだ。でも、鋼以外の何者もあの人を止めることはできなかった。じゃあ、何も良くならなかったの？全く？私が見る限りは何も。領主様は大修道院長と同じくらいに厳しくて、ことあるごとに武力で落としてくるんだ。これが人生ってやつだよ。何かを成し遂げようと苦悩して死んで、結局何も変わらない。死者は幸運な方さ。連中は何かを変えられたと信じて死んだんだ。私らは厳しい現実に囚われているのにね。あんたが知るべきはこれで全部だよ、マグダレネ。あんたも年月かけて慣れてきたでしょ。私らもだよ。話を聞かせてくれてありがとう。ああ、そうね。ありがとう。私らの苦しみを若い世代と共有するのは重要なことだよ。もしかすると何かを変えられるかもしれないから。壁画、頑張ってね、マグダレネ。頑張って、マグダレネ。話はいろいろ聞けたけど、なんか事件に解決の話も特になく、ボイスラフさんの話は聞きたいかもしれない。どこにいるんだ？ゲルトナーの農場、もしくは、黄金の手。農場って誰がいるんだ？ちょっと行ってみますか。いっぱいいる。ヨルク。何もないと。グレットさんは？何もない。何作ってるんだろう。クララさん。こんにちは、マルダレネ。今日は壁画に取り組んでると思っていたわ。何か用でも？もしよろしければ、反乱のことをどう覚えてるかについてゆっくりと聞いてみたいと思って、それを絵にしたいと考えています。あれは悲しい時代だったわ。反乱で亡くなった方々を記念するのに役立つだ。いくつかの質問なら答えられますよ。構わないわよ。私はあなたより少し年上だったから。多分もっと覚えていると思うわ、マグダレネ。もちろんだよ、マグダレネ。私らはあんたが知りたいってことは全部話してあげるよ。私何ヶ月も壁画を見るのを楽しみにしてたんだ。さあ、一緒に座って。なんか作り始めた。さて、みんな座ったみたいね。それで何が知りたいんだい？反乱はタッシングで起こった別の殺人と関係があったんですか？男爵殺人事件のこと？いいえ、関係ないわよ。ただどちらの事件でも、アンドレアスが平和の番人になろうとしたことは覚えているわね。その頃から事態が悪化し始めたんだと思うわ。ローバのティディア。彼女は大修道院と男爵を嫌っていました。だけど、あの人に男爵が殺せただなんて知った時には本当に驚いたのよ。実際、大修道院長がとても厳しくなったのは、男爵が殺されてからだけなのよ。きっと大修道院長は、タッシングの人々の反抗と無信仰を収めたんだわ。その辺はよくわからないけど、その後、風や規制、そして私たちに対する彼の態度は厳しくなったわ。私たちはそれに従って生きていくので精一杯だったの。やがて限界を迎えたわ。いろんな規制はあったけど、本当に暴動は正当化されたの？暴動の始まりについてはいろんな説があるみたいだけど。農民にとって悪い状況だったのはわかるけど、人銭を出すだけの価値はあったの？農民が突然大修道院を襲撃したから、乱つくね人を呼び込まなくちゃ足らなくなったんじゃなかったっけ？アグネスはアンドレアスが暴動を起こしたって非難していたわ。本当のことなの？なんかよくわからないな。とりあえずこれにしようかな。あんたは覚えてないだろうね、マグダレネ。だけど大修道院長は、私らを餓死させかけたんだ。どっちにしろ私らは死んでたんだよ。私たちは暴力沙汰を避けるためにできる限りのことをしたけど、死には別の企てがあったよね。私はあの頃、とにかく具合が悪くて、お腹が空いていたのを覚えてる。おじいちゃんはいつもこうだったわけではない、と言い続けてた。修道士の一人が、修道院がどれほど腐敗しているかを知ったことに対する報復として夫を殺すまで、すべては順調そのものだったのよ。でも私の夫はそれを許さなかったの。
私たちは皆正義を望んでいた。あの兵士たちがやってきて、私たちを脅したとき、あんたとウルリヒ、それからグレットを除いた町の人間はみんな引き下がったんだ。いいくらば、さすがに私もおじけづいて、ことを荒立てないようウルリヒに懇願したわよ。私の夫だけが農民側についていたの。ところで、なぜ全ての農民が反乱を起こしたんでしょうか。あまりに多くの人々が亡くなった。成功しないことは分かっていたはずです。父さんはいつも、その選択を後悔してるって言ってるわ。それが理由で壁が起こうとしていたの。町民が引かなければ暴動は成功したのかな。これにしてみる。かな。その点ではあんたのお父さんは変わってるよね。ほとんどの町民は、暴動の失敗は初めからそうなるように決まってた証拠だって思ってるよ。本当に、町全体が団結していれば、暴力がなくても成功できただろうに。あの頃には、私らは本当に飢えていて、正義を望んでいたんだ。だからペテは本当に成功するって思っていたの。話し合いは続いていたわ。クルリヒとアンドレアスは平和を望んでいた。それからクソコナヤは坊主頭のろくでなしを保護したんだ。あいつはいつだって私たちを嫌っていて、私らよりも優れていると思ってたのさ。うるすら、言葉遣い。母さん何よ、本当じゃない。レンハルトはどこからかウルリヒを撃ったのよ。突然だったの？人々は理由もなく撃ち合ったりはしないわ。いや、突然だったと思うけど。ええ、レンハルトはいつだって他の町民を嫌っていたし、あいつは利用できる相手は利用しただろうからね。私の夫は最後まで平和を求めていたんだよ。あの人は私らにとっては殉教者だったんだ。あの子苗は報復としてウルリヒを撃ったんだと思うけど、その後ペテルを止めることはできなかったの。あまりにも多くの人が亡くなったわ。大修道院が消失したのは暗い夜。そして押し寄せる兵士たち。男たちは私たちを守るため、タッシングを守るために戦い、多くの人がその戦いで命を。まあ、最低でも大修道院長と修道士全員は追い出せたからね。ええ、それだけは慰めになるわね。ほんの少しだけだけど。私が書くべきタッシングの英雄はいるでしょうか。お父さんよ、間違いなく。ペテロは、たとえ修道院に火を放すという軽率な行動をとったとしても、すでにタッシングのために最善を尽くしていた。彼を最高の光で照らして書いてくれるよう願うわ、マグダレネ。あの夜のことはもう話したくないの。あなたのお仕事のために十分なお話ができていたらいいけど。十分です。ありがとうございます。お仕事の邪魔をしてすみませんでした。これ以上は何も聞きません。今までのお話を作品に取り入れられると思います。とりあえずありがとう。お邪魔しました。そんなことないわよ、マグダレネ。壁がきっと美しいものになるでしょうね。さすがにペテロさんを英雄にはしがたいな。あの人が暴走しなければ、あんなにひどいことならなかった気がするんだけど。ああ、アポロいた。久しぶり。俺たちの計画を台無しにして、問わず神父に話すなんて信じられないよ、マグダレネ。これ、話したっけ？話してないんだよ。かなり笑えたはずなのに、君は台無しにした。カエルを性質に入れるなんて笑えない。街は救われなくなっちゃうかも。君たちのいたずらにはうんざりよ、アポロ。そろそろ自分の行動の結果に責任を取らなくちゃね。まったく子供なんだから。どうして大人になって何か人生に役立つことができないのよ。これ。トマスさんには言ってないんだけどな。これかな。何度ってんだ、マグダレネ。そう、お前昔は話がわかるやつだっただろ。魔女め。はあ、なんでもいいさ。俺たちは君を助けるのはそれで最後だ。怒ってる。アルテミスは？ダメだね。別にトマスさんには何も言っていないんだけどな。農場に来たけど、ボイシラフさんがいるかな？ここには誰もいない。あれ？ラブに行かないといけないのかな？黄金の手。
ップ迎えますか？一旦切ります。